皆さんこんにちは、アキラです。僕はですね、今アメリカサンフランシスコに来ています。毎年恒例秋のね、アップルイベントに現地で参加させていただくことができまして、アップルイベントをね、生で拝見させていただいて、その後に発表された全ての製品をですね、ハンズオンしてきて、実際にね、iPhone シリーズのね、発表とか、動画の投下を終えて、今ですね、ホテルで一番最後、もう深夜12時なんですけれども、今ね、撮影をしているといったところになっております。この動画では Apple Watch 11、Apple Watch SE3、Apple Watch Ultra 3、そして AirPods Pro 3ですね。この4つについて僕がね、実際に体験してみて、あとはこう実機をね、触ってみて感じたこととか、あとは僕 Watch 2も持ってるし、AirPods 2も持ってたりするし、Apple Watch 10もあるしね。要は僕結構ね、旧モデルのね、愛用者ではあるんですよ。なので、どういった感じで変わったのかっていうのはね、ちょっと結構面白いデモンストレーションがあったので、実際にですね、皆さんにお伝えできればなと思います。ではまずはですね、AirPods 3からいきましょう。僕この AirPods Pro 3に関しては結構当たりだと思ってます。これね、今回買いだと思うんですね。結構ね、順当に進化してるのに価格がそのままなんですよ。なので AirPods Pro 買おうか迷っていた方、2を買おうか迷っていた方はめちゃくちゃね、いいかなと思っています。で、性能がアップしたところで言うと、ノイズキャンセリング性能が2倍となりました。で、これ実際聞いてみたんですよ。Apple イベントのね、会場でめちゃくちゃ熱気とね、すごいね、いろんな人たちの、話してる声とかすごい音があるんですけど、それね、沈めてくれます。完全にはないけれども、かなりね、没入感のあるノイズキャンセリングでした。かなり遮断してくれていましたね。で、僕 AirPods Pro 2を使ってるので、これ確かに強なってるなという体感はしました。はい、具体的に何%上がってるかっていうのは、そういうのはね、ちょっと伝えきれないんですけれども、体感値で、これはね、しっかりとね、向上してるような感じがしています。で、基本的にノイズキャンセリングをオンにすると、バッテリーのね、消費って早くはなっていくんですけれども、今回そのバッテリー性能も向上していることによって、1回の充電で最大8時間持ちます。これがノイズキャンセリングオンの時で、AirPods Pro 2はどうかというと、最大6時間なんですよね。なので2時間程度長いんですよ。で、僕は結構これありがたくて、僕長距離フライトが最近多くて、それこそアメリカ来たりとか、最近スペインとかポルトガルとかいたり、ドバイとかいたりしてて、結構ね、もう10時間とか乗るから、6時間とかじゃ足らなくなってくるんですよね。そういった時にやっぱ持てば持つほど、そのまま起きて外さなくても済むみたいな。僕寝る時もずっとつけてるんですけど、そういった飛行機音大きいじゃないですか。だからああいうの遮断できるので、よくつけてるんですけど、ここのね、ノイキャン性能は上がりつつ、バッテリーもね、消費電力が効率よくなってるっていうのは非常にね、いいところかなと思います。で、もう一個注目すべきところは心拍数センサーの搭載ですよね。これ AirPods をつけてるだけで心拍数を測ることができるようになったんですよ。こうランニングとかトレーニング中にね、心拍数を測定して、Apple のね、フィットネスアプリとかにこうリアルタイムでね、記録していくことができるんですけど、これ結構いいですよね。で、これ僕実際につけてやらせてもらったんですけど、結構なリアルタイムな動きをしてるような印象があります。詳しくはね、ちょっとレビュー動画、先行でね、お出しできるかと思うので、それでね、出すのでちょっとお楽しみにしていただければなと思います。で、ちなみにこれに関しては消費カロリーを把握できるようになるみたいなんですよね。なので、こう僕は結構ね、運動した時に消費のデータも知りたくて、これはね、結構僕は楽しみですね。で、さらにですね、IP57 等級の防塵性能と耐寒耐水性能になりました。この IP57 等級になりますので、水深1メートルに30分程度水につけたとしても有害な影響を与えないレベルということなんで、結構大丈夫ですよね。だからもう雨とか全然余裕やし、だから全然こう、ほぼいけんじゃねこれぐらいあればっていう感じになるので、プールでずっと使うのは良くないと思うんですけれども、でもちょっとね、なんか海でチャプチャプぐらいだったら全然いけそうな感じはあるので、はい、塩水は良くないか、はい、みたいな感じだし、あとは汗めっちゃかいてもね、ワークアウト気にしなくてできるっていうのはすごくいいところですよね。で、さらにですね、ライブ翻訳機能が追加されました。これはね、リアルタイムで翻訳ができます。例えば、ポルトガル語で話された時に、こう、AirPods が翻訳してくれるんですよ。それで聞くことができて、翻訳こんにゃくかよみたいな感じなんですけど、それもできるし、でしかも自分が話した、例えば英語か日本語で話すじゃないですか。ポルトガル語の人に対して。そうすると iPhone で自分が話した言語が向こうの言語に合わせて表示されるんですよね。やばいっすよね。一応日本語バージョンはまだすぐには来ないんですけど、年内には対応予定とのことになります。で、あとはね、側も変わっています。今回、ちょっとね、実際2つを見比べれたわけではないんですけど、ちょっと小さくなったのかなというような感じはしました。で、付け心地はね、結構違いましたよ。なんかね、こんなんやったっけってなるぐらいの付け心地でしたね。僕は Pro 2でも全然ね、使用感が良かったし、この Pro 3もいいかなって思ってます。ただこの AirPods Pro っていうのは、こう人によってはサイズ形状がね、微妙っていう人もいると思うので、そういった方には、今回のね、ものを試してもらうっていうのもいいかもしれません。で、それらの内容で価格が
69,800円からとなっておりますので、これはね、全然買いだと思いますね。待ってた人はね、買っていいんじゃないかなと思います。もう1年とかで出るものではないので、数年おきになるので、これはね、ありだと思います。そして Apple Watch SE3 も新しく発表されました。今回のね、SE3、Apple Watch シリーズの中で一番ね、進化したというか、一番これが当たりだと僕的には感じております。はい、今年はね、SE がちょっと優勝だと思いますね。まず待望の常時表示ですね。僕 Apple Watch Ultra とかつけてるんですけど、これね、ずっとついてるんですよ。すごい消費電力を抑えてずっとついてるので、時計をね、わざわざクイッてやらなくてもついてるから見れるんですよね、視覚的に。はい、それに対応しました。で、あと WatchOS26 のね、レギットグラスの新デザインとかもね、採用されておりますし、何よりチップですね、搭載されているチップが S10 になりますので、これはシリーズ10で採用されたチップなんで、もう普通にめっちゃパワフルなんですよ。なので SE なのにパフォーマンス性能とか、そういった処理能力っていうのは全然ね、削られていないというところになります。で、今回から新たに睡眠スコアというのが登場しました。これはですね、睡眠時間とか就寝時間の一貫性だったり、目覚める頻度や各睡眠段階の持続時間などを取得して、総合的な睡眠の質をスコア化させるようなものになっています。これによって日々のね、睡眠状況を把握しながら体調管理とか改善につなげられるということになるので、やっぱり SE って小さくて軽いものに一番小さいものになるので、やっぱり睡眠用途で使う方もいらっしゃると思うんですよね。なのでそういった方にも非常にね、熱いね、進化ポイントかなと思います。で、あとはね、ウォッチの裏側についてるセンサー部分が、進化して睡眠時無呼吸をね、検知することができるようになりました。で、これもね、一個大きなところだと思うし、あとは手首のね、皮膚温センサーによって過去の排卵をね、推定できるような周期記録とか、そういったところも対応しています。で、さらに操作面もちょっとアップグレードしていて、まずジェスチャー操作で、ダブルタップですね。これで、いろいろとね、切り替えることができるし、あとは手首をね、ひねって、フリップすることで手首フリックジェスチャーというものに対応することができたりとかで、結構操作性がしっかり進化しています。で、あとはディスプレイですね、全世代と比べて約4倍のですね、対ひび割れ性をね、実現しています。で、明るさは最大1000ニットになるので、こういったウルトラにね、比べるとやっぱそんなにですけど、でもね、それなりには全然外でもね、見れる程度かなというふうに感じています。で、あともう一個さらに、スピーカーが内蔵されているので、Apple Watch 本体から音を出すことができます。通知を出したりだとか、音楽を聴いたり、ポッドキャストを聞いたり、そういったことが Apple Watch SE でできるようになったので、ここもね、非常に大きなところですよね。で、カラーはスターライトとミッドナイトの2種類です。で、大きさは 44mm または 40mm になっています。で、ベゼル感に関してはね、結構僕の中では全然マシっていうか、SE でこんなにね、細かったら全然いいんじゃないかなと。てかむしろありがたいなぐらいの感じがしましたので、SE マジでね、いいんじゃないかなと思っております。当たりですね、今回。ということで、続いて Apple Watch シリーズ11、シリーズ11について見ていきましょう。まず空張りから見ていきたいんですけど、アルミニウムモデルスペースグレーが新たに出ました。で、シルバー、ローズゴールド、ジェットブラックのメインは4色展開となっています。今回また薄くなってね、厚さがなんと 9.7mm の Apple Watch 史上最も薄いね、厚さという風になりました。さらに傷などのね、耐性などもシリーズ10のね、約2倍となっておりまして、で、さらにね、SE3 と同じ睡眠スコアの搭載はもちろん、あとは高血圧通知をね、搭載することができるようになりました。これすごくて、光学式のね、心拍センサーからデータを用いることで、ユーザーの血管がね、心臓の行動にどのように反応するかっていうのを分析するみたいなんです。これさ、結構高血圧とかさ、通知してくれてめちゃくちゃ助かる人多いと思うんですよね。結構気づかなかったりすると思うんですよ。で、実際にこの機能で Apple もね、何万人という命を救えるということもね、話していたとは思うんですけれども、これは本当に素晴らしい機能だと思うんですよ。ただですね、これ日本版ではね、一切そういったプロモーションがないんですよ。書いてないんですよ、ホームページに。なので、日本見たいようなのかもしれないですよね。マジかって感じで、ちょっとどうなるかわからないので、今後ちょっと対応してくれるといいかなと思うんですけど、あんまりこういったApple Intelligenceとか含めて日本は結局対応しなかったってことはそんなないと思うので、いつか来るとは思うんですけど、ちょっと不安ではありますよね。っていうのが大体のね、進化ポイントかな。逆にね、チップの変更もなかったりだとか、特に文字盤が大きくなるとかね、ディスプレイがより良くなるとかっていうのはそんなになかったんですけれども、これが、Apple Watch シリーズ11となります。価格は 42mm が 64,800 円から 46mm が 69,800 円からという風になっています。で、Apple Watch 11 エルメス、これも見てきました。これ結構気になりますね。今回ね、かっこよかった。ラグジュアリーやった。めちゃくちゃ良かった。1個ね、ものすごく良かったね。このやつ。これね、すごく可愛いと思いませんか？
これ新しいバンドのフォーブルパーティーっていうものになってるんですけど、これが本当にこう高級感があってラグジュアリーをね、感じさせる、そんな仕上がりになっていますよね。で、僕がねすごく気になったのがこれ、僕実はこれ Apple Watch 2とエルメスのグラン H というねバンドをつけています。このグラン H というねこのバンドのスリムバージョンが出ました。はい、約半分ぐらいかな。僕がつけてるのはちょっと太めではあるんですが、その半分ぐらいにちょっとね小さく細くしたようなグラン H の新モデルスリムバージョンというのが搭載しました。僕もねこれ15万人登録の時の記念に買ったんですけど、これめちゃくちゃ可愛くておしゃれでおすすめなんで、ぜひこれもチェックしてみてください。で、あとですね、Apple Watch シリーズ11っていうのはチタニウムモデルもあります。これどれもね本当に高級感もあるし、めちゃくちゃね品のあるような、見た目というか、質感になっていますよね。やっぱ素材自体が全然違うので、やっぱり価格もね結構変わってくるんですけれども、本当に全部かっこいいです。ちょっとご褒美的なねバンドが欲しいような方にはもしかしたらねこれを選ぶといいかもしれませんね。はい、というわけで最後は Apple Watch Ultra 3でございます。僕がつけてる Ultra 2からね変わったことを紹介していけばいいかなと思うんですけれども、まずディスプレイが大型化しました。ボディのサイズ自体は変わらないんですけれども、ベザルがねより細くなってベゼルがね、大型化しています。で、常時表示モードのリフレッシュレートが1分から1秒ごとにっていうようなね変更ポイントがあります。要はこの常時プレビューの時、要はもうちょっとオフにしてる時っていうのは秒単位のね要は指針っていうのが見えなかったんですけれども、これがね常時でも1秒ごとにねリフレッシュされていくことになったので、めちゃくちゃ高速化しているんですよ。で、それでいてバッテリーが日常使いで最大42時間かな。はい、ウルトラ2が最大36時間なので6時間の向上です。で、新たに衛星通信機能がね追加されました。電波が全くないような場所、モバイル通信もできないし Wi-Fi も接続できないしみたいな時とかに、内蔵のね衛星通信技術機能っていうものを使って衛星経由で緊急通報サービスに連絡することができるんです。友人とか家族にメッセージを送信したりとか位置情報のね共有をすることもできたりするので、もう緊急連絡先をねもう設定しておけば、あらかじめしておけば、もう万が一何かあった時にもね Apple Watch がもしかしたら命をね救ってくれるかもしれない、守ってくれるかもしれないというようなね、これは本当に僕はね全然そういったこと全然心配がないぐらいそんな危ないところに行かないんですけれども、人によってはねこれは非常に注目すべきポイントなんじゃないかなと思います。カラーはナチュラルブラックの2色展開で、価格は12万9800円からという風になっています。はい、以上がですね Apple Watch と AirPods Pro 3のね現時点で分かるところになります。終わった。はい、全部、話しました。めちゃくちゃね、体験することができたんで、ちょっといろいろと話してみたんですけど、いかがだったでしょうか。今回ですね、僕本当に光栄で幸運なことにですね、ティム・クックさんと写真が撮れたんですよ。はい、ティム・クックコールみたいな感じになって、バーって言って、写真撮ってくださいっつって撮ってもらって、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、普通にね、もうこのね、1日がめちゃくちゃ大変で、もう12時ぐらいでね、もうめちゃくちゃ長いし、本当ずっと何かやってたんですけれども、でもね、こうやって皆さんにね、速報でたくさんお届けできて、すごく嬉しい限りです。日本に戻り次第ですね、iPhone とか、Apple Watch とか AirPods とかいろんなね、レビューとか全て出そうと思いますので、ぜひね、チャンネル登録をして、お待ちいただければと思いますし、気になる箇所とか、そういったところがあれば、ぜひね、どしどしコメントとかで比較してほしいところ、気になる検証してほしいところとかがあれば、そういったところをね、書き込んでいただければなと思っております。ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。